週刊ハチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部45話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回44話でミコトが登場。事件当時の話を聞くと誰かにクロロホルムを嗅がされて気を失ったと話す。さらにミコトは殺人事件なんて起きていないと言い、陽子探偵に話を直接聞くことに。45話では陽子が登場。ミコトが警察署長の娘だということを話すと、陽子は事件の真実を話し始める。我らが探偵部1から45話公開中です。3人同好会32話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回31話ではさくら、りく、てつでグラウンドに集合するさくらの視点。3人で誰もいないグラウンドで集合することに喜ぶさくら。しかしそのグラウンドには前に追い払ったミクがいて、話をしているとりくとてつがいなくなっていました。32話はさくらの前からりくとてつがいなくなる前のりくの視点。かな子のためにてつを犠牲にしようとする考えに悩むりくはてつへ相談があると場所を移動することに。りくがみゆ先生のことを話すとてつは驚いて。3人同好会1から32話公開中です。ハチコは何も知らない24話。この物語は男子高校生のカオルがある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチコと出会い、そのハチコが繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回23話はサーシャからハチコが予定より早く帰れることを報告される。命令に逆らえば死刑という状況の中、ハチコは帰りたくないと言い出し、せめて学園祭までは待ってほしいと要望を出すことに。24話で作ったクッキーをカオルに食べさせるハチコ。美味しいと言ってもらい恥ずかしがるハチコはカオルにお菓子を買ってくるように指示します。お菓子を買うために外を歩くカオルの近くにサーシャがいて話をすることになり、ハチコは何も知らない1から24話公開中です。閣僚と異界の姫19話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界閣僚へと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回18話では宗介を応援するいつか。多少滑ったものの宗介から必ず元の世界へ戻すと宣言される。話が終わり廊下を歩いていると司と鉢合わせに。しかし司は相当疲れている様子で話を聞くことになりました。過去の話をしていたら本来会っていないはずのアキトの記憶が司にはあるようで、19話でアキトの記憶はただの記憶違いだと判断する司がいつかに近づくといつかに式神の力があると言い出し、閣僚と異界の姫プロローグ1から本編19話公開中です。次にインディーズ作品の作品公開情報。醜い僕らへ3話。この物語はとある田舎の大学生が愛とは何か、幸せとは何か、醜さとは何か、自分の醜さと向き合う物語です。前回2話でカケルが家に来た1日後のルナとシローの話。ルナが不妊症と分かり落ち込んでいました。理由はシローの母サイコが子供は作れないなら結婚は認めないと言われているため。追い詰められたルナは8年間付き合ったシローに別れようと言い出します。それに対してシローは覚悟を決めていることをルナに伝え、最後に電話をかけることに。3話は電話をかけられたカケルの視点。いつもとは違う雰囲気のシロに嫌な予感がしたカケルはシロとルナの家に。そこには睡眠薬を大量に飲んで倒れている2人がいました。その後病院でシロの母サイコと口論になり、醜い僕らへ1から3話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。
脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味がある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。